こんにちは、アンナスです。今日はフレンチノットの救済方法を説明しようと思います。結構フレンチノットって難しいんですけど、なんかやり方がいろいろあるんです。失敗してもなんとかなる方法があるので、それを説明しようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではフレンチノットの救済方法を説明します。救済方法っていうか、失敗した時どうするかっていう話ですね。まずフレンチノットをやってみます。まず最初出します。で、机に枠を一旦置いて、左手、私右利きなんで左手、右利きの人、左利きの人は逆でミラーで考えてもらっていいです。で、少し上を持って空中で2回巻いて、巻き数はいろいろなんですけど、でこの指で保って同じようなところ、同じ穴ではないんですけど、ほぼ近いところに刺して、で引き絞ります。この引き絞るのが大事ですね。でその後下から引っ張るとビーズみたいな感じになります。これがフレンチノット。玉留めとはちょっと違います。これで失敗する人の一番多いので言うと、この最後にひっつめるのをあんまりちゃんとできてなかった、忘れてたみたいな人って、ちょっとループが丸が大きくなったりとか、糸がビロンって出てたりとか、なんかこういう感じで、こういう失敗の人が多いと思うんですね。でこういう失敗の場合、反対の糸を引っ張ってください。今最後出てる糸はこっちなんですけど、こっちじゃなくて、このさっきの最初の方のこの糸をギューと引っ張ってみると戻ります戻るんですけど、浮くのでもこれはしょうがないですね。これ裏からしっかり引っ張っておいて、そしたらちっちゃくはなります。ちょっとやっぱりぐちゃぐちゃなのはもうそこまで綺麗に元には戻せてないんですけど、こういう感じで、裏がたるんでますよね。裏たるみが出た場合は、今ちょっとあれなんですが、サテンステッチとかがこの辺にたくさんあったとします。ちょっとサテンステッチ作ろう。そういうなんかステッチがいっぱい入っているところに絡める、もしくはちょっと裏から引っ張るっていうことなんですけど、なんかこの辺にステッチがだいたい入ってると思います。フレンチノットだけっていうのはあんまり私もないですね。あることありますけど。でこのさっきのこのブヨンってなってるやつを遠いところに縫い留めておきます。そしたら後から戻ってきたりしないので、こうやって何回も絡めておけば、玉留めの代わり、サテンステッチとか刺繍を終わらせる時って裏に絡めて終わらせますよね。そういう感じになるんで、もこれで切って大丈夫になるんですけど、そういう感じで、やると、だから反対側の糸を引っ張るといい感じに他と粒揃いになりますっていうのが一つでも失敗っていうか、ブヨンとなった場合はもうこれするしかないですね。なのでこれで裏から引っ張ってどんどん形を整えていってください。まずこれが一つです。でこれ私の毎月の刺繍っていう、ニードルブックなんですけど、毎月の刺繍の図案なんですね。ここに入れるところがあって、でこれもフレンチノットだらけこれはかすみ草の図案なんですけど、もうフレンチノットがもうやたらめったらいっぱい出てきて、でこれも裏に絡めるところがさっきみたいに少ないので、なんかこういうちょっとしたところに絡めるとか、もうフレンチノットのとノットの間の線のところに絡めたり、失敗した時はそうやっていろいろやってました。であともう一つよく聞かれるのが、こういうフレンチノットがたくさんある図案
で続けてフレンチノットってやっていいんですかみたいな質問もよく受けるんですけど、やっていいやつとダメなやつがあります。でやっていいものはすごい近いものとか、あと布が透けないもの、これだとちょっと帆布っぽい感じ、薄手の帆布みたいな感じなんで渡り糸が透けないですね。だけどやっちゃダメなやつは真っ白の布、白い布で、もう多分これを白い布に例えばピンクのかすみそでやろうとかってなるとちょっとやっぱ透けるかもしれないですね、この渡り糸が。なのでこれは糸渡ってるんですよね。こんな感じで糸こう渡って、ここも近いからもそのままやっちゃってますけど、でもあまりにもちょっと遠いものに関しては一回切るか、こういう風にしてこう裏に絡めながら次のところに行くとかっていう風にした方がいいと思います。あんまりここからここに飛ぶんじゃなくて、これもそうですけど、このピンクのフレンチノット同じなので、隣のお花に飛ぼうとした時になんかこの辺ぐるーっとやって、こっからビューンってこっちに飛ぶとかってすると、ここ糸がものすごい渡るんで、できるだけ近いところから飛んでいくとか、もしくはもう裏にもっとぐるぐる絡めるとか、あとやっぱトートバッグだからこんなに糸残ってたら気になるみたいな人はもっといっぱい絡める、裏にぐるぐる絡めながらこの花びらの裏にも絡められるので、それで隣に行く。あともっと慎重で、私もフレンチノット絶対失敗するの絶対もう失敗しますみたいな人とかは1回ずつ切ってください。めんどくさいですけど。そしたら1個だけ失敗してもここだけ切っちゃえば他のところ、せっかく綺麗にできたところ全部切らなくて済むので、なのでそういう感じで皆さんそれぞれ自分の刺繍したいものに対して応用していっていただけるといいと思います。でこれはなんかこの一つの花束に対しては下から順番にフレンチノットしていきましたけど、それで一旦終わりで、隣の花束に行く時はまた一旦切って、また玉留めから始めてこう順番にやっていってみたいな感じでやってます。できるだけ切るとか裏に絡めるっていうのは鉄則なんですけど、ちょっと白い布だけ使って刺繍される方とかはちょっと気をつけた方がいいかなと思います。っていうフレンチノットの2つのお話をしました。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。